日は曲のテンポを遅くしたい時に使う2種類のプロンプトを紹介するよ。ダウンテンポとスローテンポだ。この2種類は似ているようでかなり違う。どんな効果があるのか解説するね。プロンプトダウンテンポには暗さがある。ほら、ダウナー系とかよく言うじゃん。音楽としても暗い雰囲気の曲になる。バラード系統による感じかな。それとダウンテンポの厄介な点は同名の音楽ジャンルがあることだ。音楽ジャンルのダウンテンポに引っ張られて他のプロンプトの曲調を変えてしまいやすい。スローテンポはフラットなプロンプトだ。暗さや曲調の変化を曲に与えない。そして曲に変化を加えない代わりに曲を遅くする効果はかなり強いんだ。それじゃ実例を聞いてみようか。今回はロックを遅くしてみるよ。歌詞はスノに生成してもらったよ。ロックに2種類のプロンプトを入れてみよう。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。ダウンテンポとスローテンポ両方の性質の違いが分かったかな。どちらのプロンプトもかなり癖が強いんだ。状況に応じてしっかり使い分けよう。ロックはかなり無難なプロンプトなので次は癖のあるテクノでやってみようか。癖のあるテクノと合わせるとより両方の性質の差が明らかになるよ。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。いつも曇り空の下でさまよってた。夢見ることより現実に泣きたくて微笑むことさえ忘れてた日々。スローでダウンな青春だった。まあ両方の欠点がよく分かったと思う。フラットで効果の強いプロンプト、それは毒にもなり得るってこと。最後に入力について注意事項だよ。ダウンテンポやスローテンポのようにスペースを入れると別のプロンプトになる。スローテンポとスローテンポはほぼ同じ。でもダウンテ
テンポは全く効果を発揮しない。ダウンテンポはほぼ無意味だから、ちゃんとダウンテンポと入力しようね。それじゃまたね。